こんにちは、ナナスです。ちょうど2、3日前にニセコから帰ってきて、今自分の部屋にいるんですけど、今日はニセコのことをいろいろ喋ろうかなと思って動画を撮っています。YouTube とか TikTok とかにニセコのことをちょこちょこ上げていたんですけど、それで割と質問をいただいていて、今回はそれをいろいろ喋ろうかなと思って動画を撮っています。はい。で、この動画を見てくれてるっていうことは、ニセコに興味があるっていうことだと思うので、割とニセコのことはもう大体知ってるのかなと思うんですけど、ニセコについてちょっと説明しようかなと思います。ニセコって何っていうことなんですけど、ニセコは北海道にあるパウダースノーがすごく有名なところで、パウダーがすごくいいから外国からスキーしに外国人の人が来たり、外国人が働いていたりっていうすごく外国人が多いところです。オーストラリアの人とかヨーロッパの人とかアジアの人とかすごくいろんな人がいます。私の周りにはすごく王子がたくさんいました。スキー場についてなんですけど、4つのスキー場があって、花園、ヒラフ、ビレッジアンヌプリって4つあります。ニセコっていうエリア、一つの山なのかな、ちょっとわかんないんですけど、そこに4つスキー場があって、それぞれ会社が違ったりして入ってます。スキー場がヒラフのその4つのスキー場からちょっと離れたところにはモイワとかルスツとか他のスキー場もあって、どこもそれぞれパウダーが良かったりゲレンデが広かったり、すごい楽しいスキー場がたくさんあります。なんでもし長期滞在したとしてもいろんなスキー場に行けるので、すごい楽しいスキーのエリアかなとは思います。で、私が働いていたヒラフっていうエリアにはすごくたくさんお店があって、お土産物屋さんもあるし、スキーウェアとかを買ったり服買ったりできるノースフェイスとかバートンとかモンクレとか結構たくさんあります。それから、飲食店もすごくたくさんあるし、居酒屋とかバーとかもすごくたくさんあって、観光を楽しむとかスキー以外のところでもしっかり楽しみたいとか、あとはナイトライフ楽しみたいっていうならヒラフが絶対にいいです。ヒラフがおすすめです。ただヒラフは物価が高くて、外国人のお金持ちの観光客価格という感じで、ご飯もすごく高いお店が多いし、そんなに高くないとこもあるんですけど、バーとかで飲むドリンクも、普通の日本の価格よりは高いです。というかヒラフは結構物価が高いので、お金貯めようと思うとなかなか難しい。遊んでたらお金貯めようと思うと難しいっていう感じです。私がニセコに来た理由として、英語の勉強したいのと、スノボしたいのと貯金したいなっていうのがあったんですけど、貯金したいなっていうのは結構序盤にあんまり思ったよりはたまらないだろうなという感じで諦めました。ただ働いていたらローカルカードっていうのがもらえる場合もあって、それだとローカルカードで割引してくれる店があったり、もしくはそのお店によく行ってたらニセコで働いてるっていうのが分かってもらえるので、よく来てる常連さんっていう感じで安くしてもらえたりとかはあるので、高いんですけどそういうちょっと割引とかもあったりします。スーパーはないので、お買い物行く場合はクッチャンっていう隣町に行くんですけど、車で10分ぐらいですかね。そこで食料買ったり、うっちゃんの方は日本の普通の価格で居酒屋とかバーがあるので、ご飯屋さんとかもあるので、そっちにご飯食べに行ったりしたらそんなにお金はかからずに、普通に日本で生活しているレベルの出費で済みます。なのでヒラフで、あんまりお金使いたくないっていう場合はくっちゃんの方に行って遊んだり、ご飯食べたりするのがいいかなと思います。だいたいニセコの概要はこんな感じで、これからいろいろ質問もらってたことについて喋るんですけど、4つにだいたい分類して喋ろうかなと思ってて、まず職場について、寮について、英語について、スノボについてで分けてだいたい喋ろうかなと思います。で、最後にちょっとまとめて終わります。はい、では続きまして職場について話していきたいなと思うんですけど、どこで働いてるんですかっていう質問を結構いただいていて、私はヒラフにあるレンタルショップで働いてました。仕事先のシフトについてもどんな感じなのか気になるっていう質問があったんですけど、私のところは早番、遅番、中抜けと早番と遅番のもうちょっと長い、普段は6時間なんですけど8時間のシフト
のに分かれてて、5パターンぐらいでしたよ。シーズン終わりとかは結構静かになってきていってて、お客さんも少なくなるので、ナイターが終わったらみんな5時で終わりとか、結構シフトは変動があって、多分私が行ってたレンタルショップでも4つ店舗があったんですけど、多分店舗によってもシフト結構違うので、あんまり参考にはならないかなっていう感じなんですけど、はい。あと、どうやって働き先を探したんですかっていう質問を結構いただいていて、私がどうやって探したかっていうと、まず派遣会社に登録して探したんですけど、私的にいろいろ条件があって、リゾバなんでそれなりに時給がいいこと、あとは寮がついていて、できるだけ寮が綺麗で高すぎない、あとはせっかくスキー場で働くからリフトパスがついててほしい、交通費が出てほしい、できたらネイルがしたいからネイルができるところで、あとは髪の毛がこのままの色でも大丈夫なところで、もちろんニセコっていう条件で探してました。リゾバの派遣会社の人と LINE でやり取りしていて、いろいろ言ってたんですけど、結構ホテルとかを紹介されることが多くて、で髪の毛の色どんなんですかってなった時に、この色だって言ったら、ちょっと厳しいですねっていう感じだったんですね。私的にはニセコって外国人が多いんだから、別に髪の毛の色とか何でもいいんじゃないって思ってたんですけど、そういうわけじゃないらしくて、髪の毛の色はこれではダメだということで、派遣会社で探すのは諦めました。もう自力で探すしかないなと思って、で自分で探していて、なんかカフェで働いてみたいし、可愛いカフェとかないかなと思ってインスタバーって調べてたんですけど、可愛いカフェはいっぱいニセコにあってすごく魅力的だったんですけど、やっぱり自分でやっているっていうカフェが多かったので、寮がないとかリフトパスがついてないっていうことがあったんですね。だから、ちょっとこれは違うなと思って、どうしようって思った時に、リフトパスが絶対ついてるのってスキー場だなと思って、索道とかレンタルショップとかそういうのってあるんじゃないかなと思って探そうと思ったんですけど、そもそもまずニセコにどんなスキー場があるのか知らなくて、そこから探すっていうことから始まって、 Google マップでどんなスキー場があるのかニセコスキー場って調べて探してみたり、普通に Google の検索でニセコスキー場とか調べて、こんなスキー場があるのかってなって、でその中で花園っていうスキー場がパッと出てきたんですね。で、見てたら結構ハイクオリティなリフトがあったり、ゴンドラとかもすごい大きくて綺麗だったりして、結構クオリティ高そうなスキー場だなと思って、ちょっと気になるなと思って花園のサイトを見てたんですね。でそしたらホテルとかリフトとか、あと食堂とかが出てきて、とりあえずホテルに応募してみようと思ってホテルに応募したら、そこはダメだったんですよ。じゃあレンタルにしてみるかと思ってレンタルに応募したら、面接とかもなかったんですけど OK っていう感じだったんで、そっからレンタルショップの人といろいろメールでやり取りして、寮ってどんな感じですかとか、英語ってどれぐらい必要ですかとか、なんか外国人と日本人の比率ってどれぐらいですかとか、いろいろ質問して、ここだったら時給も割といいし、交通費は出なかったんですけど、寮も綺麗そうな写真が送られてきて、いいかなと思って、あと特に爪も何でもいいし髪の毛も何でもいいよって言われたので、そこに決めました。で結構大正解な職場でした。そこを引き当てられたことにすごく感動してシーズンを終えました。ちなみに髪の毛は今はこんな感じの色なんですけど、めちゃめちゃ一回ピンクにして、こんな感じのピンクにして一回働いてたんですけど、特に何も言われずに働くことができました。はい、結局私はリゾバの派遣会社を通してではなく、自分で探して自分で応募してっていう風にやりました。結構働き先はそのレンタルショップ以外にもバーとか居酒屋とか、ご飯屋さんとかたくさんあるので、探せば求人たくさん出てると思うので、外国人のお客さんすごく多いですし、結構どこでも働けるかなって思います。今シーズンはもうほぼ終わりなんで、これから夏になっていくんですけど、次のシーズンぜひぜひ働いてほしいですね。私もまたもう一回行く予定です。あと私が一緒に働いてた人はオージーがすごく多くて、あとは日本人でもう何年もやってる人とかが多かったですね。はい、続きまして寮についてなんですけど、外国人と働きたいですとか、外国人と同じ寮に住みたいですっていう、どうしたらいいと思いますかっていうのがあったんですけど、ニセコはだいたいどこでも外国人がいる
と思います。ただ東急っていう会社はあんまり外国人いないっていうか、ほぼ日本人っていう噂を聞きました。東急はヒラフの、スキー場の会社です。私の場合は職場の寮なので、一緒に働いてる人と一緒に住んでるっていう感じだったんですね。多分そういうところは多いと思うんですけど、そうなった場合、職場に外国人の人がたくさんいたら、必然的に寮にも外国人がたくさんいるっていう状況になると思うので、応募する時に外国人どれぐらいいるか聞いてみるとか、あとは私が求人見つけて応募した時にその求人は英語やったんですね。だから日本人というより外国人をメインに募集してるのかなっていう印象があって、実際外国人がたくさん働いてたんですけど、なのでその求人を見て、求人が英語だったらもしかしたら外国人が多いかもしれないです。わからないですけど、それは予想です。なんでそういうとこも見てみたらいいかなと思います。でも聞くのが一番早いと思います。寮を探す方法はっていう質問あったんですけど、私の場合は職場の寮で自分では探してないです。ただ結構自分で探して住んでる人とか、もう何年もニセコにいる場合は、一緒に仲良くなった人と自分たちで一軒家を借りてそこでシェアしてるとかいう人もいて、それすごい楽しそうだなって思って、いいなって思ってます。そんな感じで職場の寮に住むか自分で探すかですかね。自分で探す方法はちょっと私には分かりません。寮と職場の距離、ゲレンデは近いっていう質問だったんですけど、私の寮は職場にもゲレンデにも遠くて、車で5分ぐらい、歩くと3、40分かかるっていうそんなところにあったんですけど、結構すごいいいとこに住んでる人もいて、ヒラフって坂があるんですね。坂があって、ここがスキー場で、こう坂を下っていって交差点があって、大きな道があるんですけど、その道を挟んで下がローヒラフで、上がなんだっけ忘れたんですけど、上のヒラフっていうエリアに分かれてて、この辺りだったら結構スキー場に近いんですよ。なんでこのローヒラフに寮があるっていうことが結構いて、そこに住んでたらもう全然車がいらないしっていう感じなんですね。で、私の働いてたレンタルショップはこの道路より上のヒラフにあって、センター4っていう一番長いリフトがあるんですけど、そこまで坂を登って歩いて行ける距離にあります。で、ローヒラフに住んでる人たちも、遠いですけど歩いて行ける、車があった方が楽なんですけどっていう感じの距離になってます。なんでヒラフって結構キュッとちっちゃくまとまってて、すごく面白いのが、だいたいスキー場ってスキー場がドーンってあって、でっかい駐車場がドーンってあって、そこまで行くのに結構山を登っていかないといけないじゃないですか。だからそのスキー場を降りてすぐのところに街が広がってるっていうのがあんまりないと思うんですけど、ニセコのヒラフはそのスキー場に行くのにもそんな山道を行くこともないし、スキー場を降りたらちっちゃな駐車場があって、すぐにご飯屋さんがとかバーとかヒラフのエリアの街が広がってるんですね。ここがゲレンデなんですね。ここに一番大きなリフトがあるんですけど、これを降りたらすぐここに街があるんですよ。めっちゃすぐ近くじゃないですかっていう感じ。そう、とにかくスキー場を降りてすぐに街が広がってて、そこで生活できるし、すごい楽しいんですよ。いろいろお店があって。なんでいいところに住めば車いらないです。坂なんで坂登るのは大変なんですけど、車なくてもスキー場に行ける。全部キュッと集まってて結構近いって思ってもらっていいんじゃないかなって思います。私的にはそんなところほぼないんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。珍しいんじゃないかなって思います。雪山も楽しめて、普通にご飯とかナイトライフとかも楽しめる、そんなすごいいいところです。あと持ってきた方がいいものってありますかっていう質問があったんですけど、車はなくてもいいって言ったんですけど、私的には車を持ってきたらいいんじゃないかなって思います。私の場合は寮が遠いんで出勤するようにバンがあって、それで送迎とかもするんですけど、なんで車は寮にあって買い物とかはそれを使っていけるので不便はなかったんですけど、もしそういうのがない場合は車があった方がいいかなと思います。買い物に行くのにはくっちゃんがおすすめなので、スーパーとかがあるから、そこに行くには車に乗るかバスに乗るかしないといけないし、自分で例えばルスツに遊びに行きたいとか、他のニセコ町の違うエリアに行ってご飯食べに行きたいとかいう場合は自分の車がないとやっぱり不便なので、あったらいいんじゃないかなって思います。でも故障はつきものだって言ってました、職場の人が。
フロントガラスが割れちゃったりワイパーが折れるとか、スリップするとかいろいろ原因はあるんですけど、私の職場のバンは屋根雪って言って屋根の上に溜まった雪があるんですけど、春になってボーって落ちてきて、そのバンの前がこうバーンってへこんじゃったんですね。なんでそれはもう交換してもらったんですけど、とにかくなんだかんだと車は壊れるよって言ってました。他に持ってきた方がいいものはもちろん防寒具、思ったよりは寒くなかったんですけど、寒いのであったかい服はあった方がいいし、あとなんか S 字フックってあるじゃないですか。全然ニセコに行ってから買うこともできるんですけど、 S 字フック結構便利だったのでおすすめです。あとは滑らない靴が絶対あった方がいいです。あと長靴、私ノースフェイスのヌプシのくるぶし隠れるぐらいのあったかいスノーブーツ買ったんですけど、それがなんとめちゃくちゃ滑るんですね。めっちゃあったかいんですけどめっちゃ滑るし、全然考えてなかったんですけど雪めっちゃ降るじゃないですか。だから丈がくるぶしとかの長さだったら雪が入ってくるんですよ。自分はアホやったなって思ったんですけど、もうちょっと長くて滑らないグリップがいいやつがおすすめです。例えば膝ぐらいまである長靴とかもがっつりシーズンの時はおすすめだし、もしくはワークマンに売ってるスノーブーツがすごいグリップが良くて良かったです。なんかね、砕いたガラスとかが入ってるらしくて滑りにくいですね結構。もしくはどっかで買って持ってくるよりは北海道のホームセンターで買った方がちゃんと滑らない実用的なものが買えるんじゃないかなって思います。なので持ってきた方がいいというか、いいやつをゲットしたらいいと思います。あとは私的には薄手の可愛い服を持ってきた方がいいと思います。全然そんなものはいらないと思って全部ごっついニットとかフーディーとか持ってきてたんですけど、生活してみると夜バーに行くとかご飯屋さんに行ったりしたら結構暑いんですよ。上に防寒具は着るとしてここに行って脱いで暑くない服、薄いニットとか、ロンティーとか、暑がりの人は半袖でもいいと思うんですけど、とにかく薄い服を持って行っとくと結構便利です。外に出かけるってなったら可愛い服を着たいじゃないですか。なんで可愛い薄手の服がおすすめです。あったらいいかなって思います。持ってきたらいいものとかはこんな感じです。はい、続きまして英語についての質問なんですけど、まずニセコ留学ですかっていう質問をいただいてて、私はニセコ留学ではないです。ニセコ留学が何なのかっていうと、ニセコにたくさん外国人がいるので、それを利用して留学みたいな感じで語学の勉強をする、英語の勉強をするっていう感じの場所なはずです。詳しくは知らないんですけど、多分ツイッターとかでニセコ留学って調べたらたくさん出てくると思います。ニセコ留学結構高いので私は行けないと思って行かなかったんですけど、ニセコ留学に行ってたっていう子も何人かいて結構良かったよっていうことは聞くので、気になってる人はそれ調べてみるのもいいと思います。個人的にはニセコ留学をしなくても外国人すごくたくさんいるので、話す機会はたくさんあるのでそれでも勉強になると思います。英語学習の目的で行くのはどう思いますかっていう質問あったんですけど、めちゃくちゃいいと思います。私も英語を勉強するという目的で行っていますし、実際英語勉強になったなと思うのでいいと思います。もちろん外国人がいない自分の地元にいるより外国人がたくさんいるニセコに行った方が環境的に絶対にいいです。すごく外国から観光客が来るので、自分が接客するお客さんが外国人だし、働いている人も外国人だから英語を使わざるを得ないんですよね。英語はできなくてもやるしかないので上手くなると思います。とにかく英語は全然できないんですけど、例えば働き先とかでもスーパーバイザーっていうのが3人いたんですけど、説明してくれたりするんですけど全部英語なんですね。外国人なのでそれを理解しないといけないし、説明がわからないと仕事ができないし、あとは自分が困った時にこれが難しいんだとかこれがわからないっていうのも英語で言わないといけないし、それからお客さんが来たとしてこの板はどんな板ですとか、このブーツのサイズは大丈夫ですかとか、あとはリテールもあったのでこの商品はどうだとかどっちの方がいいとか、そういうのを英語で説明しないといけなくて、本当にもうわからないなりに自分の頭の中にある超簡単な英語をこうやって出してきて、これはハードです、これはソフトですとか言って、とにかくできないなりに頑張ったというか、もうすごい少ない語彙力を出して説明してみたいな感じで乗り切ったっていう感じですね。
でなんで意外となんとかなるっちゃなんとかなるし上達するし、がっつりこう座学として英語をニセコで勉強していたわけではないんですけど、新しい言葉を教えてもらったりとか、説明するのにこういうワードを入れて言ったらいいよとかいろいろ教えてもらって、ちょっとずつスムーズに説明できるようになったりとか、簡単なお客さんからの質問には答えられるようになったりとかはしていったので、すごく英語の勉強になるし、使っていれば絶対にちょっとぐらいは上手くなると思います。で私ももともと全然本当にできないんですけど、スーパーバイザーとかお友達に結構英語良くなったねって最後に言ってもらえたんで、めちゃくちゃ嬉しかったです。ちょっとぐらいは上手くなったんじゃないかなって思ってます。とにかく英語の勉強のために行くのはめちゃくちゃいいと思います。で英語力どんなぐらいですかとか、行く前に勉強しましたかっていう質問が来てたんですけど、正直全然英語できなくて、もう中学校の頃から英語は苦手だし、もちろん高校も苦手だし、大学で英語の授業を取ってたんですけど、別に全然できないし、一番下手っぴなクラスにいたし、結構苦手で、苦手だっていう気持ちも強くてっていう感じの英語力。あと英語を勉強していきましたかっていうのも特にせずに行きました。続きましてスノボについてなんですけど、スキーとかスノボしないけどいいですかねみたいな質問があって、そういう人結構たくさんいるので全然いいと思います。私の周りにはダブルワークしてたり夜と昼も働いてるとか、全然スノボには興味ないしやらないけど英語話したいから来てるっていう人が割といるので、そういうのもすごくいいと思います。全然問題ないです。はい、最後にニセコって結局どうでしたかっていうところなんですけど、今までの私のぐだぐだ喋ってる話を聞いていたら結構楽しかったんだろうな、良かったんだろうなっていうのは分かってもらえると思うんですけど、もうニセコめちゃくちゃ良かったです。いいと思います。すごく英語の勉強できるし、スノボもパウダー滑れてめっちゃ楽しいし、頑張ればお金も貯めれるし、めっちゃいいと思います。おすすめです。で私的にはワーホリ前のウォーミングアップというか練習になるかなって。外国人と働く環境があるし、外国人に接客する環境があるし、いきなり外国に行くよりはちょっとニセコで練習して、自分が行きたい国があるならそこの国の人と友達になって、ワーホリ先に行ったらその人がいるとかその人と会うことができるっていう環境を作っておけばちょっと安心感もあるし、その人に会いに行くっていう目的もできたりするので、そういうのも含めて英語の練習ができるっていうのと友達を作るっていうことができるので、ワーホリ前にニセコで練習するっていいかなと思います。なんならニセコで働くのってワーホリみたいだなって思います。いきなり海外に行くとか海外で働くっていうよりは生活に安心感があるじゃないですか。もちろん食文化でなんかストレスを感じることもないし、日本人だから雇ってもらえて仕事に困るとかお金に困るっていうことはないし、日本だから普通にバイトしてるのと一緒じゃないですか。だから保険のことだったり年金のことだったりとか、そういうもろもろの細かいことの心配がないので、そういう面ですごく安心して働けて、英語に集中するとかスノボに集中するとか、そういうことができるので、いきなり海外に行くよりは多少の安心感があってワーホリみたいに働ける場所だと思っていて、ワーホリの練習になるしいいと思います。ワーホリに行かない人でも英語勉強したいから行くとかでもすごくいいと思います。楽しいし。で私の場合は、これからワーホリに行きたいのでワーホリの練習っていう印象を持ったんですけど、一緒に働いてる人にはもうすでにワーホリに行っていて、その後にニセコでもう長年働いているっていう人が結構いて、なのでもう英語全然できます、英語使いたいとか、ワーホリ後に行く場所としてもすごくいいと思います。一回海外でカナダで働いてて今ニセコで働いているっていう人はすごく楽に働けるよって言っていたので、今ワーホリに行っていてこの後どうするか考え中っていう人はニセコに来てみてもいいんじゃないかなと思っています。私はあんまり英語できないんですけど、英語できるとか、英語できなくてもどんどん友達を作ることができる人はニセコに来て外国人にどんどん喋りかけて友達作ったりとかいうのもできるし、とにかくスノボしたい人と英語を頑張りたい、英語に触れていたいっていう人にはすごくいい場所だと思います。私みたいに英語勉強したいっていう人たくさんいると思うので、ニセコに来て英語勉強するのめちゃくちゃいいと思います。
ただこれから夏なので、夏のニセコがどんな感じか私はあんまり知らないんですけど、結構人が減ってゆったりして涼しい自然のある北海道を楽しめるよっていう感じらしいです。それもまたいいと思うんですけど、多分外国人は少なくなってるかなとは思います。ただ冬のニセコは本当にもうほぼ外国なので、もうぜひぜひ次のシーズンいいと思います。めちゃくちゃ楽しいし、英語勉強できるし、はい、めっちゃおすすめです。はい、ということでニセコについての説明はここまでです。また来シーズンも行こうかなと思っていて、プライベートな話を外国人としたいっていう新たな目標というか、モチベーションができたので、ここから頑張って英語の勉強をしようと思ってますので、スタディー with me とか撮ろうかなと思ってるので、私みたいに英語勉強してる人とかいたら一緒に頑張りましょう。なんで一緒に勉強してくれる人いたらチャンネル登録して私と一緒に勉強してください。はい、英語勉強しない人でもぜひチャンネル登録をして高評価ボタンをお願いします。喜びます。はい、では今回の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。ではバイバーイ。